こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。6月27日金曜日、時刻は昼の12時を回りました。もう夏ですね。だんだんと暑くなってきました。で、今日はもうちょっと後ろ木で隠れて見づらいかもしれませんが、もう空はもう真っ青、快晴です。はい、というわけでね、今場所を変えてみたんですけれども、今日話すテーマなんですが、あえて足りないままにしておくこと、もしくは余白を設けること、こういったテーマを交えて話したいと思います。これはあくまでも僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見もあるんだなとか、そういう考えもあるんだなぐらいの気軽な気持ちで聞いていただければ幸いです。それではよろしくお願いします。なんかこうして動画を撮るの久しぶりですね。なんだか生存記録というか、そんな感じですね。最近特にやりたいことがあるわけでもなく、大きな夢というか目標が定まっていないというか、なんだかフラフラしたチャンネルではあるんですけれども、そんな感じでね、今現時点で考えていることや今の心境についてありのまま話すような、そんな感じの動画を撮ることが最近多いですね。で、なるべく自分の気持ちに余白を設けること。例えば一日のスケジュールにおいて、今日はこの予定があるけれど、この時間帯はあえて何もしない、もしくは空白のままにしておく。そうすることによってね、何か緊急連絡とか、その誰かから連絡をもらった場合、それに対して対応しやすくなるわけですし、そうやってね、柔軟にその対応できるようにすること、何か臨機応変っていうわけではないけれど、あえて余白の時間を設けることで、じゃあ今日はこれをやってみようかなとか、今日はこの場所へ行ってみようかなっていう感じで、そうやってね、その時その瞬間の自分の気持ちに寄り添って、その時の気分に従って行動に移す、それぐらいのその柔軟性を確保することを目的に、あえて余白をつけるようにしてるんですよね。余白をつけるっていうよりかは、あえてガッチガチにスケジュールを組まないこと。そうやって、気持ちの余裕を保つ上では、そうして、ちょっと待って、ちょっと待って、アリが多いな。ちょっとごめんなさいね。そんな感じで、気持ちに余裕をつけること、もうそうやってなんか生き急ぐような行いはなるべくやらない、そのことを意識して心の奥底に留めるような感じで、あえて、余白を設けるようにしています。で、続いて、足りないままにしておくっていうことなんですけれども、例えば身につけるものとか洋服もそうだし、カメラとかパソコンとか、あとは調理器具とか、僕は普段よく自炊をしてるんで、なるべく外食はしないことにしてるんですよ。最近ね、ちょっと外食するときに、もちろん食べるものによるんだけれど、ちょっとね、胃もたれというか、胸焼けをすることが多くなってきて、で、そこから、あまり外食する機会がだんだんとね減ってきたんですよ。そういったそのレストランとかその定食屋さんとか、なるべくねそういった場所へ行く頻度を減らすことにしていて、でそれよりもその自分で作ったものを食べる、その自分好みのヘルシーな料理というか、自分で野菜を切って肉を切って、で自分好みの調味料を使って、でそれも醤油とか酢、塩コショウとか、なるべくシンプルな調味料をベースに配合するって言ったらあれだけれど、そうね、もうそんな感じ。例えばポン酢だって、ポン酢も確か自分で作ろうと思えば簡単にできるんですよね。酢と醤油と、みりんとか、それ以外のそれぞれのその複数の調味料をあらかじめ決められた分量で混ぜ合わせて、でそれでオリジナルのポン酢を作ることもできるんですよ。人によっては柚子とか、それ以外にもなんだろうな、大根おろしとか、もしくはリンゴをすりおろしたやつを入れて、それでオリジナルのタレを作るっていう人も中にはいるんですよね。そういう感じで自炊を続ければ続けるほどレパートリーが増えていくわけだし、今回はうまくいかなかったけれど、次回はこういう風にやってみようとか、これ結構うまくできたな、次回はこういう風にして、作ってみようかなとか、あとはそんな感じでいろんな気づきがあったり、いろんな発見が生まれたりするんですよね。で、調理器具に関してはなんていうんですかね、ちょっと深い感じのフライパン。
こういう深型のフライパンを使ってるんですけれども、これ一つで全然問題ないんですよね。カレーとか、あとはまあシチューとか、パスタを作る時もそうだし、ほとんどの料理はその今置いてあるフライパンだけで完結できちゃうんですよね。でそれ以外の調理器具は別になくても困らないわけですし、最低限これさえあれば何パターンでも作れる、もうこれさえあれば十分だよねっていうぐらいの、もうそれぐらいのその気持ちが生まれるわけですよ。そうすることによって、特に僕の場合は一人暮らしなんで、なるべく洗うものを少なくしたいんですよね。でその中でより手軽でかつお腹いっぱい食べれるようなものだったり、栄養価の豊富なものを食べたいってなった時は、じゃあ最低限この食材とこの調味料があればなんぼでも作れるわけだし、それで別に困ることはないからこれで十分だよねっていうような、そんな感じのなんていうかね、気軽な気持ちってわけじゃないけれど、多少なりとも余裕が生まれるんですよね。足りなかったところで別に困らない、最低限これだけあれば十分幸せだよねっていうぐらいの、そういった柔軟な思考、考え方が生まれてくるわけですよ。これはこうとか 100% こういうふうに揃えないといけないとか、そうやって完璧思考にとらわれがちな人はいるかもしれないけれど、別にそれ自体を否定はしませんが、単純に疲れると思うんですよね。僕はそういう完璧思考っていうのが苦手でして、でそれももう減点主義の評価制度とかそういうのめっちゃ苦手なんですよね。100点満点を基準に1個でもダメなところがあったら、もうその時点で即減点評価される、次どこでマイナス評価されるかわからない、そうやってビクビクしながら、そうやって怯えながら日々の生活を送るってめっちゃストレスだと思うんですよね。それは考え方の問題ですし、それがいいかどうかは僕ここではねちょっとそれがいいかどうかを決めるつもりはないんで、そこら辺は考え方の問題だけれど、ただ僕は自分の人生において、普段の私生活において何が必要で何が不要であるかとか、そういうものについてね、日々の私生活、普段の時間の中でね、いろいろ考えることがあるんですよ。別に最低限これさえあれば問題ないし、でお金がなかったとしても最低限楽しめることは探せばいくらでもあるわけだし、別に足りなかったところで最低限これさえあれば十分だよねっていうぐらいの、そういった最小限主義、ミニマリズムの観点でね、そうやって、柔軟に、考えるようにしていますね。別に困らないんですよ。その他にねちょっと話が変わるけれど、僕前回の動画でも話したと思うんですが、普段の私生活、例えば娯楽関係のものとかもそうだけれど、サブスク一切入ってないんですよ。唯一入ってるとすれば携帯料金とインターネット回線のやつかな、そういう固定回線のやつしか入ってなくて、それ以外の例えば今流行ってるネットフリックスとかアマゾンプライムとかあるじゃないですか。ああいうの一切入ってないんですよね。ああいったサブスクリプション、映像系とか音楽サービスとか、それ以外の漫画読み放題とかあるじゃないですか。そういう感じのなんだろうな、娯楽に関連するサブスクリプション、月額制サービスっていうのは一切使ってないんですよね。で一時期 UNEXT の無料会員に入っていた時期はあったんですけれども、もうそれはとっくにやめちゃってね。確かあれは2週間無料っていうプランがあったんですけれども、それわずか3日でやめたんですよ。なんでかっていうと、入っている以上は元を取らないといけないとか、なんかつい暇な時間があると余計なものを見てしまうんですよね。映画とか日本のアニメとか、そうね、ドラマもそうだけれど、なんだかいつでも見ることができてしまう反面、もう常に視聴を繰り返す、もう外にいても家にいてもどんな場所にいてもずっとこうやって見続けるようなことになってしまうんで、それぐらいね中毒性が高いっていうことに気づいたんですよ。気づいたっていうか、もうそれがちょっとね自分のためにはならないだろうなと思って、それでやめました。そうやって好きな時間というか暇な時間、その休憩時間の合間に映画とかアニメとかゲームをするのが好きって人もいるでしょうし、それは別に個人の自由ですので、ご自身のその予算というかお金の面で全く困らないっていう人は、そういうものに入ってそれで楽しめればそれでいいと思うけれど、ただ自分の場合はなんだろうな、
ちょっとそういうサブスクリプション形式のサービス、そういう月額制のサービスに入ってるものの数が多ければ多いほどどんどん固定費が増えてしまうんですよね。たかが数百円、もしくは1,000円か2,000円近くのものだったとして、一見安いじゃんって思うかもしれないけれど、それ年間で計算するとものすごい額になってしまうんですよね。ものすごいっていうか、1万円2万円3万円とかそういう感じでどんどん膨れ上がっていくんですよ。その加入しているサブスクの入っている契約数がね、2つ契約してるとか5つ契約してる、もしくは、10個とか15個入ってるっていう風になってしまうと、それらの契約を管理するのが大変にはなってくるし、いざ解約するってなった時、その提供元によっては解約する手続きが面倒だったりするんですよね。でも最近の場合は会員ページのこの項目を押せばいつでも解約できますよっていう風になってはきてはいるけれど、そのいつでも解約できるからといってそれで別に今やらなくてもいいやとか、別にそのまま見続けてしまう、なんか解約するのが面倒くさいとか、その解約した後の生活に戻れるかどうかが不安っていう風に感じてしまう人はそれはいるかもしれません。ただないならないで別に困ることはないですし、でそれよりも生活水準、生活レベルをあえて下げるっていうような工夫をするのもある意味大切じゃないかなと思うんですよね。ある意味大切っていうか、それは何でかっていうと、その昔の時代の生活水準にあえて一段階落とすことによって、気持ちの余裕が生まれたり、心の余裕というかその余白を設けることができるんですよ。で、これ具体例というかなんていうか、昔の自分の例で言うと、10代の中学生または高校生時代の頃を振り返ると、その当時は当然、今みたいにスマートフォンがなかったんですよ。僕が高校1年のあたりからガラパゴス携帯、折りたたみ式の携帯電話が使われるようになって、使われるっていうかそのタイミングで、僕もガラケーを使い始めたんですが、当時はなんだろう、家に帰ればテレビがあって、でテレビをつけると、当然いろんな番組がやってますよね。で決められた時間、その新聞のテレビ欄のところを見ると、今日の夕方の5時頃にいつも見ているアニメが放送されるとか、そういう感じで楽しみにしているものがいくつかあったから、もうそれがね結構楽しくて、でそうやって早く放送しないかなとか、早く時間来ないかなとか、そういう感じで結構ね楽しみにしていた時期があったんですよ。ガンダムとか、鋼の錬金術師とか、あとはルローニケンシンとか悠々白書とか、当時リアルタイムでやってたんで、そういうのは結構、ワクワクしていたっていうか、その時間が来るのが楽しみで、外では気軽に見ることができないけれど、家に帰るまでが楽しみとか、早めに予定を切り上げて、早めに家に帰って、でテレビをつけて、でやっと放送が始まったっていう感じ、あれがね楽しかったんですよ。で今だといつでも見れちゃうじゃないですか。いつでも見れるようになってしまう反面、なんだか満足感が少ない、その便利すぎるがあまり、なんというかありがたみを感じなくなってしまうっていうのと、もう一つ、そのものすごいたくさんの映像コンテンツがありすぎて、でどれを見たらいいかわからないとか、なんかありすぎて選ぶのが大変とかで、そして時間を短縮して、コスパだとかタイムパフォーマンスとかそういうものを意識するがあまり、その1.5倍速2倍速3倍速っていう感じで、もうほんと時短のごとくもう1個でも消化しまくるような感じで見てるような、もうそういった行いをする人がどんどん増えていってるんですよね。今本当にすごいじゃないですか。1.5倍速2倍速の勢いでブラ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 っていう感じで喋ってるような人の動画を延々と見続けるっていう、そういう人がよく見かけるんですよね。街中でもね歩いてるとよく見かけるんですよ。エレベーターに乗ってる最中もそうだし、エスカレーターに乗ってる最中もそうだけれど、右見てもスマホ、左見てもスマホっていう感じで、なんだか常に画面に釘付けっていうような、なんか違和感を覚えるんですよね。それ別に家に帰ってから
見ればいいんじゃないって僕はねそんな風に思うんだけれど、そこら辺の価値観はさっきも言ったようにそれは人それぞれなんで何とも言えないんですが、ただ自分の場合はそういった行いをあまり好まないというか、できれば僕はあまりやらないようにしてるんですよね。だって体はここにあるのに意識が今ここにないっていうようなそんな感じに映るんですよ。だって今こうして外にいるのにもう心はインターネット上の世界にあるっていうか、もう意識がもう全く違う場所、その意識が全く違う場所に映ってるというか、心ここにあらずっていうのなんか言語化するのはちょっと難しいけれど、なんだかね違和感がありすぎて、そういったものからはなるべく距離を置くようにしてるんですよ。デジタルデトックスっていうわけじゃないけれど、そういった、デジタル端末というか、さっきも言ったようなそういうサブスク型のコンテンツとかそういうものはなるべく距離を置くようにしてます。でそれよりもなんというか、さっきも言ったようにその昔テレビを見ていた時代の習慣に近いような感じで、あえて制限を作ること、外で見れないような状態にしておくことで、それと同時に最近だとYouTube とか ABEMATV とか一部の無料で見れる動画配信サービスとか、そのチャンネルでは何て言うんですかね、期間限定公開とか時間帯や決められた日にちに合わせて特別公開しているっていうパターンもあるんですよ。YouTube だったら例えばサンライズのなんだっけあれそうそうそうガンダムの公式チャンネルっていうのがあって、それも期間限定配信されてることがあるんですよ。僕は割とガンダムとかそういう日本のアニメがね結構好きでして、そういう感じで、期間限定配信となれば何月何日、この時間帯にリアルタイムでというかライブ配信で流れるとか、そういうのもあったりするんですよね。で ABEMATV も同じように、番組のそのテレビ欄っていうかテレビ欄じゃなくて、配信予定のスケジュールっていうものが公開されていて、例えば毎週日曜日だと今のそのさっき言ったガンダムの最新作が夜の9時か10時頃に配信されるのかな。確か ABEMATV ではそういう風になってるんですよ。もしかしたら民放の TBS とかテレ東とかそういったチャンネル、そういった放送局で流れてるやつだともうとっくに最新話は流れてるかもしれませんが、一周遅れて、ABEMATV とかそういうところで、後から流れるんですよね。でも僕は別にそれで構わないと思ってて、別に今すぐに最新のものを見ないといけないっていうわけじゃないし、最低限これが見れなかったとしてもそのリアルタイムで、見逃したとしても1週間ぐらいは無料で見れる期間が設けられてるんで、それで見ることができれば十分じゃないかなって思ったりするんですよ。もうそういう感じで仮にこれが見れなかったとしてもそれ以外に他にたくさんのものがあるわけだし、これがなくてもこれがあれば別にいいやとか、もしくは違うことに専念すればいいし、で最低限ちょっとこれやるの忘れちゃった、これを見るのを忘れてしまったってなったとしても、じゃあその代わりブログを書こうかとか動画を撮りに行こうかとか、もしくは編集作業を空いた時間にやっておこうかなみたいな感じの、もうそうやってその時その状況に合わせて柔軟に切り替えれる、もうそうやって切り替えれるぐらいの空白の部分というか余白を設けるようにしてるんですよね。気持ちの余裕を持たせること、常に、ガチガチのスケジュールを組むよりかは最低限これができなかったとしてもその代わりこれをやればよくないみたいな、なんだろう、しなやかな気持ち、柔軟さを設けることで、新たなアイデアが生まれることもあるし、もしくはそれまで気づけなかったものに気づくことができたり、そっかこういうやり方もあるんだ、じゃあちょっとやってみようかなとか、もしくは次回こういうのをやってみようかなとか、その先の新たな可能性が生まれて、でそれを突き詰めれば突き詰めるほどそこから先はどんどんこう無限の可能性が生まれるんで、そういう意味ではね、ミニマリズムのというかミニマリズム的な視点で見れば、あえて余白を設けること、あえて足りないままにしておくっていうことは、何か創作を続ける上で自分自身の今後の活動において割と大切なんじゃないかなって最近そんな風に思っていた今日この頃です。
これまでねこうやって話していた内容もただ思いつきというか、自分自身の今の心境というか、単純に今話したいことをこうありのまま言ってるだけなんですよね。もう全部アドリブなんですよ。で今みたいな話だって多分これを逃したらもう次の機会では同じような話はできないかもしれないですし、なんだろう、完成されたものを読み上げるよりかはその時その瞬間の瞬発力というか、柔軟に臨機応変な感じで、こういう話をしてみようとか、こういう感じで言ってみようとか、なんかいろいろね、いろんなアイデアが生まれてくるんですよね。そういった考えが芽生えてきて、でこうして話をしている間にも、次はどんなことをやってみようかなとか、どんな場所へ行ってみようかとか、どんな国へ行ってみようかなみたいな次の旅のことについても考えたりするんで、いずれにせよこういった Vlog という名の生存記録というものを撮ること自体は決して無駄じゃないと僕はそんな風に思っています。他人が何と言おうとその自分の心に従って、行動し続けること、その自分の思いに従って動き続けること、他人軸じゃなくて自分軸であり続けることで、そのためにはやっぱり、心の余裕を持たせること、あえて、空白、その余白の部分をつけるようにして、大体そんな感じで、心の余裕を持たせることで、たとえ何かが足りなかったとしても最低限これさえあれば何パターンでも使い回しできるから、生きる上でそのライフスタイルを見直す上で、心の余白を設けること、あえて足りないままにしておくっていうことは、今後の自分自身のライフスタイルを見直す上では割と大切なことなんじゃないかなって、内心そう思いますっていう感じですね。もう一つ言い忘れていたことがあったんですけれども、あえて足りないままにしておこうと思った理由なんですけれども、なんていうかね、持ち物がたくさん多ければ多くなるほど重量が増していって持ち歩くのがものすごい大変なんですよね。でそれ以前に何か一つその足りなければすぐに買い足すとか、そうやって何でもかんでもその物を増やしてばかりいると、もうそれだけですごくお金がかかるわけですし、で購入するたびにもお金かかるでしょ。でそれを維持する上でもその維持し続ける上でのランニングコストがかかったりするんですよね。でそれなんだろうな、なんかそういった行いを繰り返し続けることにちょっと嫌気がさしたというか、なんだか疲れちゃってね。でそれでちょっとあえて足りないままにしておこうというか、生活レベルというか、そこら辺のものと向き合うこと、そこら辺の考え方をちょっと見直してみようかなと思ったんですよ。物質的なものを求めすぎるよりかは、自身のその心の健康というか、何をしている時が楽しいかであったり、そういったその人生におけることや、あとは経験値を増やすこと、もうたくさんのことを、もういろんな体験を繰り返して、でその上で自分自身の成長につなげていく、そういった感じで物から経験にシフトする、もうそういう感じで切り替えていこうかなって、最近はねそんな風に考えています。もう一つ足りないままにしておこうと思ったもう一つの理由なんですけれども、発展途上国の人たちの生活水準、または彼らの私生活における価値観とマインド的な部分でちょっとね共感できるところがあったんですよ。でそれはなぜかっていうと、その一見発展途上国の人たち、例えば、東南アジアのそのベトナムとかカンボジアやラオス、タイのその一部の地方都市、郊外の地域とか農村部とか、いろいろあると思うんですけれど、そういった場所で暮らしている人たちっていうのは決して便利なもので溢れてるわけじゃないんですよ。それどころが不便な要素はたくさんありますし、道路だってこんな風にアスファルトで道がきちんと整備されてるわけじゃないんですよ。まだまだね道が整っていないところもたくさんあるわけですし、でいつでも簡単に手に入るとか、そのコンビニだったり電気屋さんとか、いろんな店もそうだけれど、そんなにね、いろんなものが充実しているっていうわけじゃないんですよね。でもそこに住んでる人たちはそれでも別に構わないっていう気持ちで過ごしている人が多くて、なんでかっていうと別になかったらなかったで、今あるものを大切にすればいいっていうことと、それよりもそう自分の家族や友人とのつながりを大切にしたいっていうことで、みんなと一緒に楽しく過ごすこと、一緒にご飯を食べて、人によってはねお酒を飲んだりとかして、そういうふうにその時その瞬間のありのままのその私生活、何気ない日常生活を大切にすること、もうそれが
できればそれでいいじゃんっていうような、そういったマインドでね、そういった考え方で、そういった価値観をもとに暮らしている人が多い印象ではありますね。でこれはその東南アジアの国々だけじゃなくて、過去に訪れたオーストラリアとニュージーランドの人たちも割とスローライフだったり、今あるものを大切にすることで、それよりももっと経験値を高める、いろんなことを経験したいっていう考えを持つ人が多くて、で最低限、これがなかったとしてもこれがあれば別に困らないし、それで十分じゃんっていうような、もうそういうふうに捉える人が多くてね。その他にもかつて僕が訪れたヨーロッパのスイスと、スロベニアとかクロアチアもそうですし、あとはスロバキアとポーランドっていう東ヨーロッパ沿いもそうだけれど、なんだろうな、今まで出会った人たちの様子というか、国民性もあるのかもしれないけれど、割とミニマリズムなライフスタイルを取り入れる人が多い印象だったね。特にスイスに関してはアウトドアを好む人が多くて、でアウトドアも同じようにいかに少ない荷物と少ない重量で、快適に移動できるようにするかが割と大切なんですよね。たくさんの荷物があればあるほど、これを背負った時の重量が増してくるんですよね。これ結構きついんですよ。ちょっとカメラを移動します。イメージ的には、僕の印象としてはアメリカだったり、もしくは今のこの日本とか隣の韓国や中国とかもそうだけれど、もう結構たくさんのものを持ってしまいがちじゃないですか。物質的なものを追い求めすぎる傾向にあるというか、そんな印象ではあるんですよね。だから物質主義って皆さんご存知の通り、車とか不動産とか家とか別荘とか、それ以外にたくさんのものを所有し続けること、それを手に入れることが最大の幸福とする考え方、そういった思想があるんですけれど、でもこういった物質主義って最終的には誰も幸せにならないんじゃないかなと思ってて、でなぜかっていうと、人は、飽きる生き物だからですよ。欲望は果てしなく何でも食い何でも壊す。でそのどんどん欲しいものが増えていって、でいろんなものを大量生産して、でそういった行いを繰り返せば繰り返すほど環境に対する負荷がものすごい増大してしまうんですよ。でそれがもう本当取り返しのつかないところまで発展しているわけですし、でこういったその日常生活におけるそのサイクルというか、普段のその私生活における行いというものが地球に対してね、この地球に対する負担、その負荷をかける割合がものすごいことになってるんですよ。もうこれ多分元の状態に戻すのってほぼ不可能なんじゃないかなって最近そう思うんですよね。中には持続可能な社会を作り上げるために、なるべくエコなものを手掛けたりとか、もしくはもう1段階2段階3段階その生活レベル、その水準を見直す、または下げるとか、そういった取り組みをしている人たちも中にはいるらしいけれど、それも多分ね、少数派じゃないかなっていう印象ではありますね。でちょっと話がそれてしまって、申し訳ないんですけれども、ちょっと今情報がすごい多いじゃないですか。あまりに多すぎる情報量をいっぺんに吸収する、またはそれをいっぺんに見ようとすると、もうそれだけでものすごい、疲労がたまるんですよね。脳疲労というか、もうメンタル的にもものすごいストレスが積み重なってしまうわけですよ。だって普段うちらの日常生活における情報量というのが、これなんて言うかな、1日の中に入ってくる情報量っていうのは江戸時代の人の1年分に相当するんですよ。または平安時代の人たちの一生分に相当するわけですので、そりゃあね、そんな膨大な情報量というものが視界に入っては耳に入っては、そういった生活をもうずっと続けていたら、そりゃ誰だって疲労がたまるよねっていう感じで、でもそれとは別にその発展途上国とか、もう周りその自然に満ち溢れた場所に暮らしている人たちっていうのはやっぱね、心が豊かな人が多くて、情報も最小限にとどめることだったり、別にこれはいらないけれど最低限これさえあればそれで十分っていう風に割り切って、もうそれだけで十分満足っていうような、そういうスモールライフというかスモールハピネスっていうものを大切にしている人が多いんですよね。
でそういった人たちの普段の行いというか私生活における取り組み、人生観とかそういう、その人生観について、いろいろ見て、僕なりに考えた結果、もう過剰なまでに便利すぎるものは人の心を奪ってはさらに、心の豊かさだったりその人の持つ本来の力、本来のその豊かさ、感性というものが失われてしまうんじゃないかなって、なんとなくそんな気がするんですよね。そのこともあってね、なるべく見ないようにしているっていうわけじゃないけれど、普段の私生活において視聴頻度を下げること、その閲覧し続ける上でのその時間、そうだね、画面を見続ける時間はなるべく少なくするようにはしていますね。でその一環としてサブスク型の映像コンテンツとか音楽配信とかそういった類のものは一切入らないことにしていますし、で入らなかったら入らなかったで、お金を節約することもできるし、で余った予算をもっと違うことに割り当てることだってできるわけだから、例えば自分が今欲しいと考えているもの、今後のその創作活動とか個人発信をする上で必要なものを買い揃えるとか、あとはスポーツをやる人だったらスポーツ用の備品を買うとか、シューズを買うとか、ウェア、そのトレーニングウェアを一新させるとか、そういった感じで、柔軟に切り替えることもできるわけだし、それこそ、国内旅行とか海外旅行へ行くってなった際も、その移動する時の交通費とかその航空券だったり、あとは宿泊費とかそういった類のものに割り当てることができるんですよ。そういうふうにして普段自分の私生活における無駄な要素だったり、もうこれは別になくてもいいんじゃないっていうふうに思えるものがあるんだとしたら、もうそれはもう潔く手放して、もっと自分にとっての大切なことやもっとやりたいことに割り当てる、そうやって充当させるっていうような感じで、切り替えていくといいんじゃないんでしょうか。はい、というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。